日本史、児玉源太郎とその後。陸軍参謀次長、児玉源太郎は、経済界の実力者、渋沢栄一に、日露戦争での挙国一致の必要性と、国家存亡の危機に直面していることを涙ながらに訴え、栄一の協力を取り付けた。児玉源太郎とその後を詳しく見ていこう。児玉源太郎は1852年、長州藩の師範、徳山藩の百石取りの武士、児玉藩九郎と元の長男として生まれた。幼名は百合若であった。父の藩九郎は、旧先鋒の尊王攘夷派であったため、藩三世の富山源次郎から蟄居謹慎の処分を受け、公儀のために絶食して絶命している。嫡男、百合若はまだ5歳であったために、姉、久に婿養子、次郎彦を迎えるが、次郎彦も過激な尊上志士であったため、百合若が13歳の時に暗殺され家名は断絶する。そのために、一家は石貧の生活に陥り、百合若は近所の子供たちに、まるで小じみたいだ、とからかわれいじめられた。この時、藩校の教授、島田延信に、今に見返してやれ、と叱咤激励され、以後、島田を生涯の師匠と仰いだ。1865年、高杉晋作のクーデターで、尊攘派が藩の実権を握ったため、児玉家は加盟再興となり、元服して源太郎と名乗っている。源太郎は16歳で戊辰戦争に参戦。秋田から函館まで転戦。明治維新後はフランス式の教練が実施された陸軍で、士官候補生に選抜され、1872年、明治5年には20歳で大尉にまで昇進している。1874年、明治7年、熊本鎮大副参謀の任命を受けた源太郎は、大阪の商家の娘、岩永松と結婚。少佐に昇進した源太郎は、神風連の乱に遭遇するが、無事鎮圧させている。この時、臨時司令官として赴任してきた大山巌少将とは、以後、名コンビとして活躍することになる。1877年、明治10年に起こった西南戦争では、2500余りの守備隊で、10倍以上の西郷軍と戦い、熊本鎮大を守り抜いて、政府軍の勝利に大きく貢献している。やがて日本陸軍は陸軍大学校の講師に、ドイツ軍きっての戦術家、メッケル少佐を招聘。メッケルは源太郎の資質を見抜き、マンツーマンで、ドイツ軍の機密事項まで源太郎に教え込んだ。1891年、明治24年にヨーロッパ視察でドイツを訪ねた源太郎は、メッケルと再会し旧交を温めている。ロシアが南下政策を取り、日露戦争へ機運が高まる中、欧米のほとんどの指揮者は、ロシアの圧勝を予想したが、メッケルだけは、児玉がいる限り、日本の勝利は疑いないと断言した。内務大臣に就任していた源太郎であったが、参謀次長が急死すると、内務大臣を辞して参謀次長に就任。参謀長の大山巌とコンビを組んだ。その容姿からガマとあだ名されていた大山と、背が低くすばしっこいことからリスと呼ばれていた源太郎は、ガマとリスの名コンビと新聞に書き立てられた。参謀次長として源太郎は、経済界の実力者、渋沢栄一を訪ね、涙ながらに国家存亡の危機であることを訴え、経済界の協力を求めた。源太郎の熱意に打たれた栄一は協力を約束して、共に手を握りしめながら、涙を流したと言われている。アメリカ大統領、セオドア・ルーズベルトとハーバード大学で同窓であった司法大臣の金子健太郎が、源太郎と海軍大臣、山本権の兵衛を訪問した。金子は伊藤博文からの密命で、アメリカ工作へ旅立つ前に、二人に日露戦争の見通しを聞きに来たのであった。源太郎は即座に、陸軍は何とか五分五分に持ち込める見通しがついたと答えた。一方、山本は、ロシアとの戦いで日本の軍艦の半分は沈没すると回答する。しかし、
と話を続けた山本は、残りの半分でロシアの軍艦をすべて沈めてみせると答えたという。日本は日英同盟を結ぶと1904年、明治37年。ロシアに宣戦布告して日露戦争が開始された。源太郎は旅順攻略で苦戦する乃木マレス家を助け、ロシア軍の総司令官、クロパトキンを奉天まで退却させる。さらに奉天海戦でも勝利を収めるが、死傷者は日本軍が7万人、ロシア軍は9万人に達し、日本の戦力は限界に近づいていた。これ以上戦争が長引けば、日本は負けると憂慮した源太郎は、帰国して戦争の終結工作に乗り出している。軍人であり優れた戦略家でもある源太郎が、政治家としても、類い稀な才能を持っていたと言われるのは、このような政治的なセンスを持ち合わせていたからである。小村寿太郎が渡米して、アメリカのポーツマスで、日露講和条約が1905年、明治38年に締結される。条約調印の話を聞いた源太郎は、福島康政少将と手を取り合って、ポロポロと涙をこぼしたという。しかし、多額の戦費を費やした日露戦争で賠償金が取れなかったため、民衆が暴動を起こして日比谷公園焼き討ち事件などが勃発。国民の負担は解消されなかった。ところで源太郎は、牛込の自宅では、毎朝5時頃には起床して、頭から水を数杯かぶることを日課にしていた。戦争終結から間もない1906年、明治39年7月22日の夜。源太郎は長女、吉野婚約が整ったこともあり、40上機嫌で、妻の松や家族と愉快に語り合った。そして夜の9時頃に寝室へ入ったという。しかし翌朝、女中が起こしに行くと、すでに源太郎の体は冷たくなっていた。就寝中に脳一血を起こしたのである。源太郎は日露戦争の終結からわずか7ヶ月余りで55歳の生涯を閉じるが、全生命を日露戦争に注ぎ込んだとも言える死に方であった。児玉源太郎は次期日本のリーダーとしても国民の期待が高かっただけに、多くの人々がその死を惜しんだという。